日本人との恋愛についてお話しします。外国の方が日本人と恋愛をする際に知っておくと良いことや、日本の恋愛文化の特徴を詳しく説明していきます。まず、日本人はどこで恋人と出会うのでしょうか。日本では、学校や職場で恋人と出会うことが多いです。学生時代は、同じクラスやサークル活動、部活動を通じて仲良くなり、恋愛に発展することがあります。大学生になると、友達同士の飲み会や合コンがきっかけで付き合うことも珍しくありません。合コンは、複数の男女が集まり、食事やお酒を楽しみながら親しくなるイベントです。友達同士の集まりなので、緊張せずに自然な会話を楽しめるのが特徴です。社会人になると、仕事が忙しくなり、新しい人と出会う機会が減るため、職場恋愛が増える傾向にあります。職場恋愛は、日本では比較的よくあることですが、周囲に気を使いながら関係を続ける人も多いです。例えば、同じ会社の同僚と付き合っている場合、仕事に影響を与えないように公にしないこともあります。しかし、結婚を意識する段階になると、周囲に報告する人が多いです。また、日本では友達の紹介で出会うことも多いです。特に20代後半から30代にかけては、恋人がいない人同士を友人が紹介することがよくあります。最近では、マッチングアプリを利用して出会う人も増えており、ペアーズやお見合いなどのアプリが人気です。マッチングアプリは、忙しい社会人にとって効率的に出会いを探せる手段として定着しています。さらに、結婚を真剣に考えている人向けに、婚活パーティーやマチコンなどのイベントも開催されています。婚活パーティーでは、短時間で多くの異性と話すことができ、条件が合う相手と連絡先を交換する仕組みになっています。日本の恋愛文化の特徴の一つに、告白があります。日本では、何度かデートをした後、正式に付き合うために告白をするのが一般的です。例えば、〇〇さんのことが好きです。付き合ってくださいと直接伝えることで、恋人関係が始まります。告白をしないままデートを続けていると、まだ付き合っていないと思われることが多いです。そのため、日本で恋愛をする場合、相手の気持ちを確認するためにも告白をすることが大切です。告白のタイミングは人によって異なりますが、3回目のデートあたりで告白する人が多いと言われています。デートのスタイルについても、日本ならではの特徴があります。初めてのデートでは、カフェやレストランで食事をすることが多く、映画館や公園、水族館なども人気のデートスポットです。また、日本ではテーマパークデートが人気で、ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行くカップルも多いです。テーマパークでは、一緒にアトラクションに乗ったり、写真を撮ったりすることで距離が縮まりやすく、恋愛関係を深めるのに適しています。デートの費用については、割り勘をすることが一般的で、食事代やチケット代を半分ずつ支払うことが多いです。ただし、最初のデートでは男性が多めに払うこともあり、カップルによって異なります。また、長く付き合うにつれて、お互いの経済状況を考えながら、どちらが支払うかを決めることが多いです。スキンシップの違いも、日本人との恋愛では重要なポイントとなります。日本人は、海外の人に比べてスキンシップが少ないと言われています。特に、人前で手をつないだり、キスをしたりすることに抵抗を感じる人もいます。ただし、若いカップルの中には手をつないだり、腕を組んだりする人も増えています。また、日本人は好きと言葉で伝えることが少なく、行動で愛情を表現することが多いです。例えば、寒くないですか？と気遣ったり、小さなプレゼントを用意したりすることで、相手への気持ちを示します。特に、
日本人男性はシャイな人が多いため、ストレートに愛してるということは少なく、優しい態度や行動で気持ちを伝えます。逆に、日本人女性は恋人に対してこまめに連絡を取ることで愛情を示すことが多いです。日本では、付き合って数年後に結婚を考えるカップルが多いです。特に30代になると、結婚を意識する人が増える傾向にあります。結婚を考える際、日本人にとって親への紹介が重要なステップとなります。結婚を真剣に考えている場合、相手の親に会い、挨拶をするのが一般的です。特に、男性が女性の親に挨拶に行くことは、日本の文化では非常に大切なこととされています。日本人と恋愛をする際には、文化の違いに注意する必要があります。まず、日本人は気持ちをはっきり言わないことが多いため、相手の態度や行動をよく観察することが大切です。嫌いと言わずに、ちょっと難しいかもしれませんね。というように、遠回しな表現をすることがあります。また、日本では時間を守ることが非常に重要視されています。デートの約束をした場合、遅刻しないように気をつける必要があります。もし遅れる場合は、早めに連絡を入れることがマナーとされています。さらに、日本では仕事が恋愛よりも優先されることが多いです。特に男性は仕事を重視する傾向があり、忙しくてなかなか会えないこともあります。そのため、相手の状況を理解し、お互いに無理をしない関係を築くことが大切です。日本人との恋愛には、告白の文化やデートのスタイル、スキンシップの違いなど、様々な特徴があります。文化の違いを理解し、お互いを尊重することで、スムーズな関係を築くことができるでしょう。日本人との恋愛に興味がある方は、ぜひ日本の恋愛文化を楽しんでみてください。日本人との恋愛についてお話しします。外国の方が日本人と恋愛をする際に知っておくと良いことや、日本の恋愛文化の特徴を詳しく説明していきます。まず、日本人はどこで恋人と出会うのでしょうか。日本では、学校や職場で恋人と出会うことが多いです。学生時代は、同じクラスやサークル活動、部活動を通じて仲良くなり、恋愛に発展することがあります。大学生になると、友達同士の飲み会や合コンがきっかけで付き合うことも珍しくありません。合コンは、複数の男女が集まり、食事やお酒を楽しみながら親しくなるイベントです。友達同士の集まりなので、緊張せずに自然な会話を楽しめるのが特徴です。社会人になると、仕事が忙しくなり、新しい人と出会う機会が減るため、職場恋愛が増える傾向にあります。職場恋愛は、日本では比較的よくあることですが、周囲に気を使いながら関係を続ける人も多いです。例えば、同じ会社の同僚と付き合っている場合、仕事に影響を与えないように公にしないこともあります。しかし、結婚を意識する段階になると、周囲に報告する人が多いです。また、日本では友達の紹介で出会うことも多いです。特に20代後半から30代にかけては、恋人がいない人同士を友人が紹介することがよくあります。最近では、マッチングアプリを利用して出会う人も増えており、ペアーズやお見合いなどのアプリが人気です。マッチングアプリは、忙しい社会人にとって効率的に出会いを探せる手段として定着しています。さらに、結婚を真剣に考えている人向けに、婚活パーティーやマチコンなどのイベントも開催されています。婚活パーティーでは、短時間で多くの異性と話すことができ、条件が合う相手と連絡先を交換する仕組みになっています。日本の恋愛文化の特徴の一つに、告白があります。日本では、何度かデートをした後、正式に付き合うために告白をするのが一般的です。例えば、〇〇さんのことが好きです。付き合ってくださいと直接伝えることで、恋人関係が始まります。告白をしないままデートを続けていると、まだ付き合っていないと思われることが多いです。そのため、日本で恋愛をする場合、
相手の気持ちを確認するためにも告白をすることが大切です。告白のタイミングは人によって異なりますが、3回目のデートあたりで告白する人が多いと言われています。デートのスタイルについても、日本ならではの特徴があります。初めてのデートでは、カフェやレストランで食事をすることが多く、映画館や公園、水族館なども人気のデートスポットです。また、日本ではテーマパークデートが人気で、ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行くカップルも多いです。テーマパークでは、一緒にアトラクションに乗ったり、写真を撮ったりすることで距離が縮まりやすく、恋愛関係を深めるのに適しています。デートの費用については、割り勘をすることが一般的で、食事代やチケット代を半分ずつ支払うことが多いです。ただし、最初のデートでは男性が多めに払うこともあり、カップルによって異なります。また、長く付き合うにつれて、お互いの経済状況を考えながら、どちらが支払うかを決めることが多いです。スキンシップの違いも、日本人との恋愛では重要なポイントとなります。日本人は、海外の人に比べてスキンシップが少ないと言われています。特に、人前で手をつないだり、キスをしたりすることに抵抗を感じる人もいます。ただし、若いカップルの中には手をつないだり、腕を組んだりする人も増えています。また、日本人は好きと言葉で伝えることが少なく、行動で愛情を表現することが多いです。例えば、寒くないですか？と気遣ったり、小さなプレゼントを用意したりすることで、相手への気持ちを示します。特に、日本人男性はシャイな人が多いため、ストレートに、愛してるということは少なく、優しい態度や行動で気持ちを伝えます。逆に、日本人女性は恋人に対してこまめに連絡を取ることで愛情を示すことが多いです。日本では、付き合って数年後に結婚を考えるカップルが多いです。特に30代になると、結婚を意識する人が増える傾向にあります。結婚を考える際、日本人にとって親への紹介が重要なステップとなります。結婚を真剣に考えている場合、相手の親に挨拶をするのが一般的です。特に、男性が女性の親に挨拶に行くことは、日本の文化では非常に大切なこととされています。日本人と恋愛をする際には、文化の違いに注意する必要があります。まず、日本人は気持ちをはっきり言わないことが多いため、相手の態度や行動をよく観察することが大切です。嫌いと言わずに、ちょっと難しいかもしれませんね、というように、遠回しな表現をすることがあります。また、日本では時間を守ることが非常に重要視されています。デートの約束をした場合、遅刻しないように気をつける必要があります。もし遅れる場合は、早めに連絡を入れることがマナーとされています。さらに、日本では仕事が恋愛よりも優先されることが多いです。特に男性は仕事を重視する傾向があり、忙しくてなかなか会えないこともあります。そのため、相手の状況を理解し、お互いに無理をしない関係を築くことが大切です。日本人との恋愛には、告白の文化やデートのスタイル、スキンシップの違いなど、様々な特徴があります。文化の違いを理解し、お互いを尊重することで、スムーズな関係を築くことができるでしょう。日本人との恋愛に興味がある方は、ぜひ日本の恋愛文化を楽しんでみてください。